ですが、はい、このキーはどんな時に使うんでしょうか。NAV ナブボタンですね。はい、はい、これはナビゲーションモード、いわゆる後方モードの、略称になります。後方モードというのは、例えばこちらに接続されておりますような GPS プロッターとの連動機能になります。GPS プロッターであらかじめルートを設定する方が多くいらっしゃると思います。例えば定期的に通る航路やあらかじめ避けたい危険物があるようなポイントを避けてルートを設定される方が非常に多いです。このナブボタンを押していただけますと、そのユーザー様があらかじめ設定したルートをなぞるように自動で航行することができるんです。今までオートの時は右に旋回左に旋回というのを渡田さんが指示されましたよね。はい、はい、このプロッター上でルートを組んでナブモードに入りますと、その指示すらなくてもルートをなぞるように走るんです。ついにそこまでオートで行ってくれるんですね。そうです。では実際我々は今西宮の沖にいます。この船の航路というのは一文字の内側に一つ経由点がありまして、そこからマリーナに入っていくような設定になっています。実際にやってみましょう。はい、はい、ルートはあらかじめ設定されておりますので、この設定されたルートにカーソルを当てて行き先設定をします。赤くなりましたよね。はい、これでプロッター上ではこのルート通りに走りましょうという指示が出されてます。では実際にオートパイロット、ナブパイロットのナブボタンを押していただいて後方モードに入ってください。どうぞ。画面に何か出てきました。はい、今00018というポイントに向かいましょうという指示です。はい、プロッターをご覧になりますと、確かに00018に向かうとなっておりますので、このままアックをしてください。はい、どうぞ。はい、画面が切り替わりましてナビゲーションモードになってます。もうナビゲーションモードになってますので、はい、このままマリーナに帰るという気持ちでワッチを忘れずにアクセルを上げていってください。どうぞ。わかりました。最初の経由点に近づきますね。はい、もう間もなく0018のポイントに到着します。このポイントに到着しますとアラームが鳴って自動で今度は60度方向マリーナの方に向かって点出していきます。怖いかもしれないんですけれども、このままオートパイロットを信用して航行してください。はい、はい、ただし前方周囲のマッチは必ず行ってくださいね。はい、はい、今アラームが鳴ってウェイトポイントwas changed、目的地が変わりましたよというシグナルが出ております。プロッターの方もご覧いただきますように、次の目的地に向かって変身しているのが分かると思います。私は全く舵に触れてもないのに、はい、自動で行ってくれるんですね。そうですね。決まりきったポイント、もしくは航路帯、それから障害物があるような場所、これはローカルでいろいろと場所、それから設定があると思うんですけども、それに従ってユーザーさん皆さんこのようにルートを組まれてますので、それを何度通ってもきっちりとなぞるように走るというのがこの後方モードになります。ナブパイロットが案内してくれるので、ワッチに集中できますよね。そうですね。オートパイロットの一番の利点はまさにそこにあると思います。慣れない方というと言い方がおかしいですけども、あまり船に乗られない方はどうしてもワッチ、それから安全確認、同乗者の、安全確認どうしても気を取られがちなので、それに加えて風が吹いてくる、波があった時に操船までしなきゃいけないとなると、かなりのストレスを感じると思います。ナブパイロットの方に操船、いわゆる歩進動作を任せることによってそのストレスを軽減できるんではないかなと考えております。ナ
ナビモードで行くとこの先もうすぐまた変身ですね。はい、そうですね、はい次ポイント近づいてきましたね。今度は左に曲がっていきます。そしてその先ですがかなり狭くなってると思うんですが、はいそれでもナビモードのままで大丈夫なんですか？そうですね、従来のオートパイロットですとちょっと厳しいと思うんですが、はい、今発売しております最新のナブパイロットではこのぐらいの広さであれば十分ナブモードで航行できますので、へーナブパイロットをぜひ信用していただいてこのまま進んでください。すごく頼もしいですね。はい、また変身ポイントが来ましたね。はい、これにちょっとこういうふうに入ってはい、渡田さんようやく無事にマリーナに戻ってきましたけども、はい、今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございました。長時間の運転お疲れじゃないですか？いいえ、もう本当マリーナのすぐ近くまではいナブパイロットが運転してくれたので、はい私は全然疲れてません。ナブパイロットといってももはやクルーの一人と言っても過言ではないと思うんですけれども、はい、はいそうですね。それにまっすぐ走らせることも意外と難しかったので、はいナブパイロットがいれば安心ですよね。そうですね、意外とまっすぐ走らせるって非常に難しいことです。はい特に低速になるとより一層難しくなりますので、はい、そのあたりも含めてナブパイロットを一人のクルーとしてお使いいただけたらと思います。はい、私もナブパイロットという頼もしい仲間と一緒にまた海に出たいと思います。はい、またよろしくお願いします。はいでも安全確認、それから前方の確認必ず忘れずに行ってください。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。